仙道、エネルギー連生の核心、生薬の真実と精錬のメカニズム、生薬の正体とその順序の前提、東洋の伝統的な修行法である仙道、とりわけ内丹術の世界では、古くから体内のエネルギーを精錬するための重要な段階として、生薬という言葉が語られてきました。下丹田で気を感じて生薬が発生したら、それを動かして小周天の回路を回し始めるといった順序で説明されています。まず前提として、背骨を通る徳脈と体の前面を通る任脈の循環回路、すなわち小周天を完全に開通させ、自らの意念と呼吸によって気を自在に巡らせる技術をマスターしていなければなりません。すでに回路の基盤を築き上げたその上で、さらなる修練を重ねることにより、下丹田へ極限まで濃縮、結晶化された生体エネルギーが生まれます。これこそが真の生薬の正体です。今回は小周天をマスターした先に出現する生薬がどのようなプロセスで実り、それをどう扱っていくのかを詳しく紐解いていきましょう。小周天のマスターと生薬の出現。生薬を発生させるための大前提となるのが、明光による小周天の完全なマスターです。気の循環回路が未完成のまま、ただ漫然とか腹部に意識を向けようとしても、生じた熱やエネルギーは頭部へ上ってしまったり、身体の外へ散逸したりするだけで、決して定着することはありません。小周天のルートを完全に確立した実践者が、下丹田である下腹部への深い意識の集中と調息をさらに深めていくと、体内の精は極限まで高密度に圧縮されていきます。すると、日常の気候や呼吸法で感じるような通常の温かさとは、明らかに次元の異なる現象が下丹田の奥深くで生じます。お腹の底で、まるで凝縮されたエネルギーの核ができたかのように、強烈な温熱感、重み、そして微細な脈動や気の振動が明確に自覚されるのです。この濃縮されたエネルギーの結晶が下丹田に確立された瞬間を、仙道では生薬が生じる最悪と呼びます。観念的な想像や思い込みではなく、神経生理学的な条件が整った時に肉体とエネルギーの側からはっきりと現れる極めて客観的なフェーズなのです。生薬を数百回周転させる精錬のプロセス。下丹田に生薬が完成した時、実践者はそこで足踏みをしてはなりません。ここからが仙道における最も重要でダイナミックな修練の領域となります。生み出された生薬をただ丹田に留めておくのではなく、すでにマスター済みの小周天ルート、ビロから背骨を駆け上がり、頭頂の百会を経て、体の前面、任脈へと確立された回路へ乗せて循環させていくのです。生薬というエネルギーの核を、小周天のルートに沿って数百回にわたり、繰り返し丹念に周転させていきます。高密度なエネルギーの塊が、神経系と経絡の回路を何百周も駆け巡ることで、そのエネルギーの純度は極限まで研ぎ澄まされ、体内の気脈全体が劇的に強化されていきます。これはまさに鉱石を何度も炉に入れて鍛え上げ、不純物を完全に取り除いて純金へと変えていくような生体エネルギーの精錬作業そのものです。回路の確立というハードウェアをフルに使いこなし、生薬という燃料を徹底的に焼き上げることで、次のステージへの扉が開かれます。大薬、そしてさらなる高みへ。生薬を小周天のルートに数百回周転させ、精錬を極め尽くしたとき、体内のエネルギーは質的な大転換を起こします。丹念な周転によって純度を高められた生薬は、さらに高次元のエネルギーである大薬へと成長、成熟し、体内の枠組みを超えて空間と響き合う大周転や、光の分身である陽神の形成、そして
出身へと至る道が開かれていきます。小終点を完全にマスターし、その土台の上に生薬を実らせ、さらにそれを数百回回して大役へと高める。曖昧な精神論や世間の気候の通説に惑わされることなく、この厳密で理にかなったステップを一段一段踏みしめていくこと。それこそが古来より伝わる仙道の真実であり、私たちが自らの意識と肉体の限界を突破するための唯一にして確実な王道なのです。